皆さんこんばんは、さちです。今回はこちらのポリッシュを使って天然石ネイルをやっていきます。ラインをぼかす時のコツなどを詳しくご紹介していきます。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではやっていきます。スタート。ベースコートは OPI のインフィニットシャインを使いました。キャンメイクファンデーションカラーズの04番を使います。04番を小指以外に塗っていきます。何度も使ってるほんのりピンクベージュカラー。実目の黄ばみや色ムラなどをきれいにカバーしてくれます。小指にはキャンメイク N25 番を塗ります。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。もう一度 N25 番を使います。N25 番を親指の根元から爪先に斜めに重ねます。ベースカラーとの境目がくっきりしないように、境目部分はラメを散らすようなイメージで塗ってください。ハケに取る液量は少しだけにして、濃さを調整しながら塗るようにしてください。中指も同じように斜めに重ねていきます。ラメが塗れたら2分くらい乾かします。キャンメイク04番を使います。ラメを重ねていない部分に04番を塗ります。ラメの部分にも少し重なるように塗ると奥行き感が出ます。中指も同じように塗っていきます。人差し指と薬指は2度塗り目を塗ります。小指にはキャンメイク N95 番を重ねます。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。そのまま N95 番を使います。N95 番を親指の根元と爪先に重ねます。ピンクラメとベージュの境目あたりに重ねてください。ラメの上は濃いめに、ベージュに重なる部分は薄めに塗って濃淡をつけると綺麗なニュアンスに仕上がります。カラーの輪郭が目立たないように輪郭をぼかしながら塗ってくださいね。もし輪郭が濃くなってしまった場合はトップコートを使って濃くなってしまった部分を軽くぼかします。中指も同じように重ねていきます。キャンメイク N25 番を使います。N25 番を人差し指と薬指の爪先に重ねます。グラデーションっぽく仕上げたいので、爪先にカラーを塗ったら根元に向かってラメを散らすように塗ります。ベースカラーとの境目部分が一直線に揃わないように重ねてください。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。ネイルホリック WT080 番とトップコートのキャップを開けておきます。この後天然石のクラックラインを描いていくのですが、実面に塗る前にぼかし方のコツをチップを使って説明しますね。こんな感じでライン全体をぼかすのは NG。ラインを描いたらラインの片側だけをぼかします。こうするとぼかしていない方は濃いラインが細く残るので、よりリアルな天然石っぽくなります。上のぼかし方が NG、下が OK 例です。それでは実目にクラックラインを描いていきます。
ラインが乾く前にトップコートでぼかします。先ほどのコツを意識してラインの片側だけをぼかします。ぼかす時のトップコートの量はほんの少しで大丈夫です。ハケはキッチンペーパーに拭き取ります。次のラインを描きます。ラインは適当にくねくねと描けば OK ですよ。私の場合はアルファベットの Y や X をイメージして描くことが多いです。実際の天然石の画像を見ながら描くのもいいと思います。だんだんと天然石っぽくなってきました。ラインは少し太めに描いた方がぼかしやすいです。適当にくねくねさせながら描けばいいだけなので、利き手に描くときも楽ですよ。むしろプルプル震えながら描いた方がリアルかも。こんな感じ。中指にもクラックラインを描いていきます。こちらの細筆は最近廃盤になってしまいましたが、リニューアルして6月に発売になるそうですよ。最近廃盤になった他のシリーズもさらに空張りが豊富になって発売されるみたいです。ネイルホリックのインスタに新色情報をアップされてたので、気になった方はチェックしてみてください。人差し指と薬指の爪先に N25 番を少しだけ重ねます。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。仕上げにトップコートを塗ります。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。天然石ネイルの完成です。奥行き感があってジェルで塗ったみたいですよね。甘すぎない大人ピンクデザインです。使用したものをまとめます。右手はこんな感じで塗ってみました。まっすぐなラインを描くわけじゃないから、利き手に塗るのも見た目ほど難しくないです。ぜひチャレンジしてみてくださいね。それでは今回はここまで。最後まで見ていただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。